実験大好き MNL です。今回は30年前を振り返る斜めがあるある、これについてねちょっと語らせていただければと思っております。皆さんね、30年ほど前、アマチュア無線大全盛期、その当時をね少しだけ振り返ってみたいと思います。思い出すのも正直言って怖くなる、まさにね恐怖のバンドだったんじゃないかなと思います。これはね、もう皆さんの各立場もあるとは思うんですけどね、初めてアマチュア無線された方が斜めが聞いてかなりびっくりした、怖くなったっていうことはね、きっと多いんじゃないかなと思っております。あくまでもこれ30年前の話ですけどね、30年前アマチュア無線しようかなと思って斜めが聞かれたことある方でしたら、きっとね、この思い分かっていただけるんじゃないかなと思います。思い出すだけでもなんかちょっと怖くなるっていうんですか、多分いろいろなねことをご経験されたんじゃないかなと思います。あの当時の斜めがワッチねされても、多分直感で思われたことが渾身ももう当たり前っていうんですか、もうほとんどの曲がねもうかぶさって聞こえるっていうんですか、2メーターとか50とか21でした。渾身しないように QS をされてたと思うんですけど、ほぼね斜めがもう渾身が当たり前、チャンネル守るのも命がけ、1回 CQ なり出して周波数、ある程度ね、固定っていうのがその周波数で出てても守るのが命がけだったっていうんですか、本当にねうっかりするともうあっという間に消えていくしかないような状態だったんでね、あの当時考えてもすごかったなとね、ちょっと未だにちょっとね思い出として私もね結構残っているような形です。あの当時ねかなり悪い印象をお持ちの方にね是非とも見ていただきたいと、今の斜めがどうだったかっていうこともねご説明しようかと思います。ぜひともね悪い印象のあった方見ていただければと思います。今はあの当時より、30年前ですよね、一応〇〇ですと、落としどころは大体皆さん分かると思うんですけどね、だいぶね〇〇ですのでぜひともよろしくお願いいたします。時代背景ね、これ結構重要だと思います。7MHz、あの当時もナンバーワンの人気じゃなかったでしょうか。日本全国いつでも大体 QSO できるっていう意味合いではね、斜めが今もそうですけど、あの当時も人気ナンバーワンだったと思います。運用曲数が多いと、誰もがね一度ぐらいは運用したい、一度どころか毎日運用したい方もね結構多かったと思います。あくまでも感覚的な問題ですけどね、今現在の10倍ぐらいはおったんじゃないかなという気持ちはありますね。あの当時振り返りますと、運用したいなと思ってる方、出れる方はまた別だと思うんですけど、運用したいなと斜めが思われている方はね間違いなく10倍以上いたんじゃないかなと思います。周波数の方も SSB が今はね広がりまして150キロありますけど、あの当時は70キロしかなかったと。で CW がね今この前50キロに広がりましたけど、あの当時は30キロ、全然ね倍以上ね違うような状態です。だいたいあの当時は 2.2 キロぐらいのフィルターがね SSB、CW 含めても標準実装はねこれぐらいが常識でしたので、 SSB でももうかぶって聞こえる上に CW でしたらね、もう優に3曲4曲ぐらい聞こえてたっていうんですか、フィルターをオプションで買わないとまともに QSO できないような状態だったんじゃないかなと思います。いつ聞いてもノイズか渾身しかもう聞こえないと。アマチュア無線局やってる方でしたら必死になって聞こうとしますけど、普通の人が聞いたらあの渾身も実はもう更新というよりも雑音にしか聞こえないっていうんですか、もう本当にねかなり根性入れないと何言うてるのかわからんいうぐらいね結構渾身してたんじゃないかなと思います。怖い思い出、これね必ず斜めが運用されたらね誰もが経験したと思います。更新中に見知らぬ曲が突然現れてくると、そのね背景にはコンディションが変化する、斜めがといえども刻々とコンディション変わってきます。先ほどまで聞こえなかった曲がね急に聞こえてくると、これはもう e スポでも一緒ですよね。こんな曲おらんかったのに急にかぶってくるみたいな形でね、やっぱり急にいろんな局長さんがねかぶるタイミングっていうのがあるんじゃないかなと思います。であの当時はこんな形ですよね。もう各曲がもう肩すり合わせながら出ております。そこに突然ドカーンと1曲現れるとどうなるのか、もうこれね経験したことある方なら分かると思うんですけど、こんな形ですね。まさにこれ私だったんですけどね、もう弾き飛ばされると、もうやっと電話みたいな形でもう自ら出ていっちゃうような形っていうんですか、相手局にも迷惑がかかるような状況ですから、更新してる自分もしんどいですけど、多分相手はもっとしんどいと思うんでね、もうこれはあかんと思ったらね引き上げるしかありませんので、まさにね私がいつもこの状態だったと、弾き飛ばされておりました。もう弱い曲は弾き飛ばされるしかないと。チャンネルを維持っていう表現はおかしいと思うんですけど、その場におって更新することがもうできないぐらいねもうダメな状態だったんじゃないかなと思います。この最近はもうすでにこんな感じですね。こういう形で横からピュッ
と誰かができて、うわ渾身してきたなと思っても気もありますので、お互いにちょっと2キロほどちょっと上に上がりましょうとか声かけると、ピュッと上がるとね、必然的に渾身がお互いになくなると、この局長さんもね当然聞こえてると思うので、本当にね今でしたら数キロアップとかダウン QSY をね逐次することによってかなり渾身はもう回避できるっていうんですか、これはお互いにね受ける側も当然コンディションが良くなる問題ですので、相手側もそんな非はないと思いますので、お互いにねどちらか QSO のタイミングなり相手方がスピーディーに QSY してお互いに会議していけばね、お互いに気分よく QSO できるということで、最近はね皆さん QSI する方増えてきているような感じじゃないかなと思います。譲り合いの精神ですよね。30年前なんか言いますと、私が1時間半前からこの周波数に出てましたとか言うてね、結構私も言うた覚えあるんですけど、そんなこと言うてもね、向こうも多分聞こえてないだけでさっきから出てたと思うので、意地の張り合いよりも譲り合いの精神、まさにこれがね今7メガでは結構ね皆さん働いてるんじゃないかなと思います。雑音も多かったと、いろんな雑音があると思うんですけど、電波の質の低い局長さん結構おったんじゃないかなと思うんですよ、あの当時は。まさにこれですよね。普通でしたらね、自分の信号だけがこういう形で聞こえてるだけなんですけど、まさにスプラッター、最近あんまりこういう言葉を聞かなくなったと思うんですけどね、あの当時はもうスプラッターまき散らしの局長さんすごく多かったような気がします。一部の方だけですけどね、スプラッターがめっちゃ多かったような気がします。ほとんど場合は外付けのリニアだと思います。無線機本体は30年前でしたらかなりね、各局さんそれなりのものをお持ちですので、だいたい外付けのリニアが悪さしてたと。スプラッターをね、実際かなりまき散らしてて、ご本人はどこまで分かってるのか分かんないんですけどね、周りからするとえらい状態やっていう局長さん結構いたんじゃないかなと思います。で、結果的に原因なんですけど、外付けの機器です。無線機本体でしたらね、メーカーさんが十分調整でハードウェアも設計されていると思うんですけど、外付けのそれも不純正が多かったですので、よくはこの ALC ってやつですね。定以上のレベルになると送信出力を落として質を保とうという ALC の調整がほとんどできてなかったと、外付けのために。またはその配線をしてないんじゃないかなと。リニアアンプの方の入力がちょっと高すぎやと、少しでもパワー出したいという気持ちもわかるんですけど、ちょっとね入力自身も高すぎたみたいな形でね、これらの原因でね結構出してる人は多かったと。でも最近はどうかと言いますと、今の無線機市場におきましてもリニアアンプ大半の人は多分もうメーカーの純正品っていうんですか、純正品のラインナップを買えてる方多いんじゃないかなと思います。純正品ですと無線機と専用のケーブルでなおかつメーカーさんも動作検証した上で作られてますので、バンド切り替えも自動連動で、この ALC もね当然配線走ってますので、無線機と連動することによって利便性も上がる上に、本当に皆さん音質がいい方が多いっていうんですか、昔はねいい変調してますねとかいう言葉、今と違う昔のいい変調って言うたら別の意味を指していることが多いと思うんですけど、最近はね本当皆さんいい変調、綺麗な変調出されている方が多いんでね、そういう意味合いでももう昔に比べるとバリバリ音っていうのはもうほとんど聞こえなく、なったんじゃないかなと思います。アマチュア無線人口も少しどころかだいぶ減ってしまったっていうんですか、7MHz 出たいっていう人がもう10分の1ぐらいになったんじゃないかなと思います。でなおかつ周波数が昔はね 7.0 から 7.1 までだったんが今が 7.2 まで広がりましたんでね、やっぱり周波数が広がったっていうのもね相乗効果じゃないかなと思います。よくあんのが、もう俺アマチュア無線終わったし、昔 JCC、JCG かなりやったよっていう方もね結構多かったと思うんですけど、最近はねもうすでにこの JCC、JCG の方も統廃合もかなりしちゃって、この辺数が減っちゃって昔よりもしやすくなっちゃったっていうのはあると思うんで、昔ほどねこの JCC とか JCG のサービスっていうのはなくなったんじゃないかなと思うんですけど、意外にもやっぱり最近です、道の駅とか港とかで、ここでは書かなかったですけど山とかいろんなところをねターゲットにして新しい目標をやっぱり作られる方々も結構おられるっていうんですか、やっぱ目標ないと面白くないですので、新しい目標を作られていると、そういうものを楽しむを作る方もいるし、逆に言ったら支える方も多いっていうんですか。当然ね一方的に出ても誰も呼んでくれないと面白くないんですけど、ちゃんとねこういうことであっちこっちね全国各地移動されて、それをねサポートする方も結構おられるんでね、そういう意味合いではね 7MHz っていうのはね
絶えず新しいことをね考えて実践されている方が多いバンドじゃないかなと思います。で今回のまとめなんですけど、7MHz 昔とはもうだいぶ違うと思います。本当にね紳士的な曲調さんが増えたと思います。多少ね YouTube とか見てたら騒がれたっていうのもちらほら見かけてゼロではないと思います。ゼロでは。ただ30年前でしたらバンド内聞いたらもうあっちこっちでビートかけるわギャーギャー叫ぶわひどかったっていうんですか、喧嘩してるわみたいな形でね、俺が先やお前何もんやみたいな形でね、もう1時間どころか数分ワッチしただけでもいろんなシーンが斜めが聞こえたと思うんですけど、最近は本当にね聞く方が少ないっていうもうほとんど聞けない。この最近私は聞いたことないんですけどね、本当にねそういう方で紳士的な曲調さんものすごく増えております。今こそあの当時ですね嫌な思い出たくさんお持ちの方実はね多いんじゃないかなと思うんですよ。死んでも俺はもう斜めが出たくないと。今なら本当にいい思い出作れるんじゃないかなと思います。本当にね今の斜めがいい思い出作るためには最適なね環境が整っているような状況です。アンテナにつきましてもねこの前もご説明させていただいた通り、やっぱりロングワイヤーアンテナ 5m エレメント張れればちゃんとアースの処理さえできればね、ここの QS はもう全然渾身もありませんのでできるレベルになっております。ぜひともねこういう形で斜めがキーにねいい思い出をねぜひとも作っていただきたいなと思っております。当チャンネルの方ではこういう情報をいろいろとご提供しておりますので、ぜひともね久しぶりにアマチュア無線やってみたいなっていうことありましたね。ぜひとも他の YouTube でもいろんな方々がね情報発信していると思います。ぜひともねカムバックしていただければ良い思い出残していただけるんじゃないかなと思います。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。